おはようございます。今日はここ道の駅と別からスタートです。今日の最終目的地は日本最北端宗谷岬。札幌から日本海沿いにおよそ 320km のロングツーリングです。昨晩は雨が降っていましたが、今日は日差しが眩しいくらいの空模様。ところどころ雲はありますが、この様子だと雨に降られる心配はなさそうです。まずは日本海オロロンラインに合流するため、畑の中の道を抜けていきます。そのまま石狩市に入り、国道231号日本海オロロンラインに合流します。ここからはひたすらこのオロロンラインを北上していきます。ここで一つ皆さんにお詫びしなければならないことがありまして、初日の動画で北海道一周ツーリングをしますとお話ししましたが、天候があまり安定しないことに加え、熊の出没が相次いでいることもあり、キャンプは危険と判断しました。そのため今回は札幌を拠点に行きたい場所を何日かに分けて回る方式にしようと思います。なので本来行く予定だった道東根室方面は今年は泣く泣く見送りです。キャンプをする気満々で道具を揃えて、キャンプ場もいろいろ調べていたのですが、今の北海道の状況を考えると無理はできないですよね。気持ちを切り替えて今日の景色をしっかり楽しんでいきましょう。札幌出身とはいえ、東北方面に来ることはほとんどなく、ここを走るのはほぼ初めて。普通の海沿いの道なのに本州とは違う雰囲気がありますよね。同じ道内で育った自分でも感動する景色なので、全国のライダーが聖地と呼ぶ理由がよくわかります。今日は風は少しありますが、波は穏やか。それでも高くそびえる防潮フェンスを見ると、試される大地と言われる理由を感じますね。そんなことを考えながら走り続け、出発から1時間半ほどで滝が見えたので、ここで一旦休憩しましょう。ということで小休止を挟んでからまた走り出していきます。今回のツーリング、本州も走る関係上真夏用のメッシュジャケットで来たのですが、なかなかに肌寒いですね。ここでトイレにも行きたかったのですが開いておらず、もう少し我慢して進みます。今年の北海道は暑いと聞いていて、実際函館は30度近くあったので油断していましたが、お盆を過ぎた北海道は一気に涼しくなっていくんですよね。それにしてもこの辺りの岸壁は迫力がありますね。ただただ走っていて楽しいばかりです。先ほどの滝から20分ほど走ったところで防災ステーションを発見。寒さとトイレどちらも限界が近かったのでありがたく寄らせてもらいます。中にあったハンドドライヤーが温風で手が生き返りました。なんだか休憩してばかりな気がしますが、ここからはどんどん進んでいきましょう。少し体も温まって元気が出てきたところで、そのまま増しての町を抜けていきます。この信号をまっすぐ進むと最北の酒造国丸酒造があるのですが、
少し時間が押し気味なので今回はパスですね。右折して留萌方面へと向かっていきます。そのまま走り続けて留萌市に入り、さらに北へ。お腹が空いてきたところでちょうどよく道の駅留萌で一休みすることにします。時刻はまだ10時過ぎですがレストランへ。ということでニシンそばを注文。甘いニシンの甘露煮と少し濃いめの出汁が相性バッチリ。10時過ぎにはちょうどいいボリュームでした。ごちそうさまでした。急に場面が変わったなと思われるかもしれませんが、道の駅を出た後給油をしたのですが、そこまでの区間をカメラのカバーをつけっぱなしで走っていました。幸い早めに気づけたので大事には至らず、気を取り直して次の中継地点小平のニシン番屋を目指します。ここからの距離はだいたい 20km ほどですね。15分ほど走り小平町に入ります。北海道の道は流れがいいのでだいたい 1km を1分くらいのペースで走れます。ということで宣言通り20分ほどで道の駅小平ニシン番屋に到着です。もしかしたら稚内まで見るところがあまりないかと思っていましたが奇遇でしたね。ニシン番屋こと旧花岳番屋は日本最北の重要文化財であり、道内に現存する番屋の中では最大規模を誇る建物です。最盛期にはここで200人以上が雇われていたそうで、本当にすごい世界ですね。ニシン御殿と呼ばれるだけあって当時の活気が伝わってきます。後ろが詰まっていたので今回は中には入りませんでしたが、当時のニシン漁の規模の大きさは十分感じられました。それでは番屋の見学もほどほどに次の目的地へ向かいましょう。次に目指すのはここからおよそ 100km 北にある幌延町のオトン類風力発電所です。写真でこの場所を見て以来、北海道に帰省したら絶対に行きたいと思っていたところであり、今日一番楽しみにしているスポットと言ってもいいかもしれません。2025年には風車が建て替えられると聞いていたのですが、今回のツーリング中はまだ健在ということで、見られるうちに見ておきたいという気持ちでバイクを走らせていきます。オロロンラインを北へ北へと進み苫前町、続いて羽幌町を通過していきます。大きなペンギンかなと思いましたが、オロロンラインの名前の由来にもなっているオロロン鳥のモニュメントでした。表情もどこか可愛らしくていいですね。そしてほどなくして初山別村に入るのですが、さすがに風が冷たく寒さに耐えられなくなってきました。ということでたまらずレインスーツを重ね着、そのまま走り続け15分ほどで遠別町に入ります。道端には牛がのんびり草を食べていますね。さっきまでの寒さも少し和らぎ、景色を楽しむ余裕も戻ってきました。
通過し、さらに10分ほど走ると今度は手塩町に入ります。そのまま市街地を抜けていくのですが、最短ルートで稚内方面に向かう場合、このまま国道232号を直進して40号線に合流するのが早いのですが、今回は楽しみにしているオトン類風力発電所を見るため手塩川を渡って幌延町へ入ります。そして海沿いを走る道道106号を進んでいきます。いよいよ近づいてきましたね。ということで遠く右手に見えてきたのがオトン類風力発電所です。どこまでも続く直線道路の横にずらりと並ぶ無数の風車。日本にいながらまるで海外のどこかを走っているような不思議な感覚になります。あいにく空はどんより曇っていますが、それでもただただ圧倒される景色です。通行の邪魔にならない場所を見つけて、ここで記念撮影をしていきましょう。写真もバッチリ撮れたので、ここからは景色を楽しみながら流していきます。どこまで走っても隣には風車が並んでいるこの感じ、本当にここにしかない風景だと思います。やがて風車の群れを抜け、稚内市街地までは残り 50km ほど。この道道106号は天気が良ければ右手に風車、左手には利尻富士という最高の景色が広がるのですが、それでもそのまま走り続けていき、豊富町に。次の目的地は稚内の最西端、ノシャップ岬です。ということでおよそ20分走るとついに稚内市に突入。日本最北端の島でようやくやってきました。途中由来展望所というところにも立ち寄ったのですが、展望所に来たからといって雲が晴れてきれいに見えるわけではないですよね。ということで足早に出発。さらに20分ほど走ると案内標識にノシャップ岬の文字が。右手には丘も見え、半島の先端らしい景色になってきましたね。ノシャップ岬まではあと少し。そして5分ほど走ってついにノシャップ岬に到着です。札幌からおよそ 300km ありましたが、意外とあっという間でしたね。それでは岬の先の方まで歩いて行ってみましょう。ここのシャップ岬からは天気が良ければ左手に利尻島、右手にはシベリアが見えるそうなのですが、今回のツーリングは天気運には恵まれていないみたいです。残念ではありますが、この後の宗谷岬に期待したいと思います。一休みしてから再出発。次に向かうのは日本最北端、宗谷岬です。地図で見るとノシャップ岬から宗谷岬まではすぐ近くに見えるのですが、実際には
40km 弱の距離があるんですね。そんな話をしているうちに稚内の市街地へ。あまりに自然に現れたので見逃しそうになりましたが、これが有名な防波堤ドームですね。後で時間と体力に余裕があれば立ち寄ってみようと思います。ひとまず市街地を抜けて国道238号線でひたすら北東へ。案内標識によると宗谷岬まではあと 16km。 時刻は16時前。300km 以上ほとんど信号のない道を走ってきたので、さすがに疲れと眠気が出てきました。限界を感じてきたところで道沿いのセイコーマートにピットイン。こんなに北にもあるセコマはいつでも道民の味方であり、北海道ツーリングライダーの強い味方でもありますね。ここでデカビタを飲んでもうひと踏ん張り頑張ります。眠気もだいぶ落ち着いてきたところで再び宗谷岬を目指して走り出します。宗谷岬までは残りおよそ 10km。 そしてあと 5km の標識を通過し、いよいよその時が近づいてきました。札幌から約 350km、 金沢からはおよそ 1400km。 ついに宗谷岬に到着です。日本の最北端まで自分のバイクでたどり着くことができました。まずはお土産屋さんで最北端到達証明書ということで、無事に最北端到達証明書をゲットです。嬉しい気持ちもありつつ、実は今の心境は少し複雑で、この辺りはバイクに戻ってからお話ししましょう。見ての通り、ここ宗谷岬は観光バスも次々とやってくる人気観光地で、モニュメントの周りも人だかり。 1000km 以上走って最果ての地に来たという実感があまり湧いてこなかったんですよね。私としては苦労してたどり着いた先にあるのが宗谷岬であって、簡単に最北端に来て写真を撮ってもそれはあまり価値がないのではないかと思ってしまいます。なんて少しひねくれたことも言ってしまいましたが、実は今日それも織り込み済みで、もう一つ行きたい場所を決めていました。それが今向かっている宗谷丘陵です。丘陵地帯に立ち並ぶ風車と白い道がとても綺麗だと聞いていて、宗谷岬で味わったモヤモヤを晴らすべくバイクを走らせていきます。ということで少しずつ標高が上がっていき、牛たちを横目に走っていると、遠くには風車が見えてきましたが、ここは左折。この先の道は一方通行なので対向車を気にせず走れるのが嬉しいところです。それにしてもすごい景色ですね。起伏のある土地に風車が立ち並び、日本とは思えないような風景が広がっています。さらに進んでいくと、ついに白い道の区間に、多少のダートではありますがオンロードバイクでも問題なく走れるレベルです。知らない世界に迷い込んでしまったかのような不思議な感覚になりますね。景色に見とれてあまりカメラを回せていませんでしたが、白い道もそろそろ終盤なんて思っていると、距
離も近くてなかなか迫力がありますね。それでは最後にバイクを止めてゆっくり写真を撮っていきましょう。曇天でも十分綺麗だったので、快晴の日にまた走りに来たいですね。本当に来てよかった場所でした。この白い道はホタテの貝殻を砕いて敷き詰めているそうで、想像するだけでもとんでもない量ですね。たっぷり堪能できたところで、そろそろ稚内方面へ戻るとします。余韻に浸りながら走っていると、路面がかなり凸凹に。大雨が降った後の影響もあってか、深くえぐれている場所も多く、慎重に走っていきます。最後にちょっとしたトラックはありましたが、なんとか白い道の区間を走りきり、再び国道238号線に合流して稚内市街地へと戻っていきます。今日の宿は稚内駅前なので、向かう前にスーパーとガソリンスタンドに寄って買い物と給油を済ませておきます。ということでホームセンターで燃料添加剤と冬用のインナーを購入。その後は給油を済ませて駅前のホテルへと向かいます。ということで稚内の駅前に、今日の宿は本当に駅の目の前。バイクを止められるガレージがあるのがありがたい。直前の予約だったにもかかわらず、いいところを見つけられました。ベッドはこんな感じ。ドミトリーなので人を選びますが、いつもの快活と変わらないので十分ですね。さて、荷物も整理して落ち着いたところでご飯を食べに行きましょう。5分もかからず到着です。頼んだのは名物のタコしゃぶ定食。タコを軽くつゆにくぐらせると弾力がありつつも簡単に噛み切れる食感。美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてその後は宿に戻って今日の行程は終了。はまだしません。駅前の映画館でレイトショーを見ます。最北の映画館での映画は良かったですね。ということで今度こそ今日の行程は終了。お疲れ様でした。おはようございます。ぐっすり眠れて朝日が眩しいですね。朝ごはんは駅前のセコまで調達。コスパが良くて助かります。ということでご飯も食べたところで出発です。長くなってしまったので今回の動画はここまで。次回はオホーツク海側観光編です。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。